今回の産業まとめ。さようなら大全 OS。吸収？戦略的統合？これで良かったのか？韓国サムスン電子がかねてから多用途向けに開発を続けてきた大全 OS が、Google の Wear OS に吸収される形となり、一つの役割を終えました。テレビなどディスプレイ向けの開発は継続していきますが、それ以外のスマートフォンやウェアラブルデバイス向けなどの開発は終了となりました。先日サムスン電子の新しい腕時計デバイスが発表されましたが、搭載されたのは大全 OS ではなく Google の Wear OS で、一つの区切りがついたことがわかります。スマートフォン向けの競争ではすでに敗れたことは周知の事実となっています。ウェアラブル市場についても、苦心を重ねてここまで積み重ねてきましたが、結局自社製品向けにとどまり、OS の幅広い普及には至りませんでした。サムスン電子としては、各種 IoT 機器に搭載していくつもりだったようですが、現在そういった機能は OS 依存のないスマートシングスに統合しています。IoT 向けの OS は各社が独自に開発しているため、大全 OS が企業の枠組みを超えて採用されることはありませんでした。一方 Google はこの分野では苦戦を強いられていて、Apple の WatchOS に圧倒的な差をつけられています。ウェアラブル市場で2位を走るサムスン電子の大全 OS を取り込むことで様々な問題を解決し、二強の一角として存在感を示したいという目論みがあるようです。一方で、サムスン電子は今回の統合によって主導権を失うことになり、常に Google の方針に従うか、顔色を伺わなければならなくなるという指摘もあります。編集所感。今回の概要。Galaxy Watch ってどんなの？大全 OS が消える理由。頓挫するサムスンの野望。おそらく、Galaxy Watch の実物を見たこともなければ触ったこともないという人が大半でしょう。私もその一人。多分日本でも売っていると思う。CM してたっけ？その程度の認識です。それでも世界では第2位のシェア。Galaxy のブランド効果なのかな？価格は4万円前後のようですね。画面は丸いということですね。なんとなくゴツゴツした印象を受けます。あ、一つ気づいた。大全 OS って対応しているアプリケーションしか動かないですね。当然別個に作らなくちゃいけない。そういう点では Google の Wear OS や Apple の WatchOS と比較して非常に劣る点ですね。スマートフォン OS として頑張っている頃、開発プラットフォームを調査したことがあるんですが、情報が少なすぎる。開発用に提供されている機能も非常に少なくて、これでわざわざアプリを作ったり、既存のアプリを移植しようとは多くの人が思わなかったでしょう。そういうところの外堀の埋め方が非常に甘くて、結局スマートフォン向け OS も滅びの道を歩んでしまったんだと思います。インドで安い大全 OS フォンを発売したこともありましたが、買った人はアプリが少なすぎて唖然としたことでしょう。人生の黒歴史になったと思う。それでもスマートウォッチ単体としては完成されていたということなんでしょうね。Apple に次ぐ2位のシェアということは、Galaxy のスマートフォンを持っている人が買うというイメージですが、それだけ Galaxy のスマートフォンが売れているということでもあるのでしょう。スマートフォンが Galaxy 以外で、ウォッチだけ Galaxy っていうのは想像しにくいですね。多分連携機能にも差があるんじゃないかと思います。皆さん覚えていないかと思いますが、この大全 OS が発表された時に真っ先に支援の手を挙げたのが NTT ドコモです。その他インテル、ボーダフォン、ファーウェイなんかも参加していますね。富士通、NEC、パナソニック、スプリントなんてのも過去には参加していたようです。結局ドコモは iPhone を獲得したソフトバンクへの顧客大量流出を経験して、これを取り戻すには大全 OS じゃなくてやっぱり iPhone と気づいたわけで、日本のメーカーに関しては、富士通以外はスマートフォン事業を撤退したわけで、こんなのにかけたのも間違いだったようですね。かつてのサムスン電子は Apple のようになりたかったわけで、独自 OS に独自デバイス、独自アプリストアを持ちたかったわけですよ。スマートフォンでは成功していたので、この大全 OS によって第三勢力の完成を夢見たのですが、結局これが大きな足かせとなって失速。先ほど述べたように、開発プラットフォームとしては開発者の支持を得ていないこともあって、シェアで優位性があるにもかかわらず、Google に吸収されたわけです。
Google の Wear OS もそんなに評判は良くなかったので、タイゼン OS から得るものは少なからずあったのでしょう。大きな野望を描いたまでは良かったですけどね、うまく展開できずに失速してしまいましたね。根本的な技術も不足していたのでしょうし、苦心の末にウェアラブル OS としてはそこそこの評価を得たということでしょうが、所詮はサムスン機器のためのものにとどまっていたわけです。Apple はオープンなプラットフォームではありませんが、そのブランド力で多くの支持を獲得しています。サムスン電子は残念ながらそうではない。スマートフォンが売れてる企業というだけで、Apple のような洗練されたイメージも熱狂的な多くの信者もいないですから。で、スマートモニターって言うんですね。高機能なディスプレイ。それやテレビにはこのタイゼン OS って残っていますが、もはや単なるサムスン電子の OS。位置づけとしてはよそのメーカーが独自に作っている OS と何ら変わりはないですね。なのでタイゼン OS は一応残っているということにはなります。ただ、所詮サムスン電子機器のための自社独自 OS に過ぎず、他社より名前が知れているだけで夢を見たようなオープンなものにはならなかったわけです。もう再浮上とかないよね、きっと。サムスン電子は IoT 機器の連携にスマートシングズというオープンな環境を提供しています。これ、開発企業を買収したものです。ただ、サムスン色がつくと他企業は参加しないという轍を踏み続けているようで、これもしょぼんと消えてしまうのかも。頑張っているようですが、基盤展開という側面では思ったような成功を生み出せないですね。ギャラクシーウォッチ知らないからね。聞かないでね。うわ、先に言われた。会社で持ってる人とかいない？どれがギャラクシーウォッチかわかんない。アップルウォッチかよく似た偽物か、それ以外かってくらいしか。まあ、そんなもんだよね。形も似てるし画面も似てるしパッと見じゃわかんないよね。ひょっとしたら見たことあるかもしれないけどそれがギャラクシーかどうかはわかんない。ともかく、サムスンは売ったのかパートナーシップかよくわからないけど、タイゼンという名前が今後のウォッチに表示されることはなくなったよ。それっていいことなの？一長一短だとは思うけど、サムスンとしてはこの際デバイスが売れればいいんじゃないかな。売れるかな？アンドロイドの人はどれ買うんだろうね。ガーミンとかフィットビットとか、あとは中華系じゃないかな。アップルウォッチ買う前に調べたからガーミンとかは知ってるよ。一応支払いとかできるんだっけ？そのあたりは私はどれがどれかよくわからない。あと、ウォッチじゃなくてただのバンドとかってあるよね。細いの。細いのはバンドって言うんだ。前に持ってたから知ってるよ。歩数とか心拍数とか分かったり、スマホから通知来てみたりとかできるんだよ。ほぼ一緒じゃん。それで十分じゃない？アップルウォッチの方が可愛いし色々機能あるし、iPhone 使ってたら他の使う気にならないよ。でも充電すぐ切れるんでしょ？1日持たないとか毎日充電とかだるすぎる。一応バッテリー持ち歩いてるし、普通に使ってたら大丈夫だよ。充電もお風呂入ってる間に終わるし。あ、そんなに充電早いの？それは知らなかった。だから全然不便に感じたことないよ。そうなんだ。ちなみにギャラクシーウォッチは3、4日持つらしいよ。でもあんまり可愛くないね。それはちょっと同意する。ただ、アップルウォッチもそれ、可愛いって言えるのかな？可愛いよ。大きさもちょうどいいしね。サムソングって知ってる？いくつかのソング、歌。私ね、サムスンはサムソングだと思ってた。昔ね。今は読めるの？もちろんだよ。ほら、声に出さないものってずっと間違って覚えてたりするよね。サムソングは声に出したことないから大丈夫だよ。たとえ声に出してたとしても、サムソンとちっちゃいグだからサムスンに聞こえるもんね。それっていつ頃の話？なんかゆるりんがサムソングを見た時にサムスンって言ってたから、そうだったんだ。ってすぐに、読み方、サムソングじゃなくて、サムスンだったよって頭の中に伝えて書き換えてあるよ。で、それっていつ頃？もうずいぶん前だよ。数年前。そういえば、Apple Watch は今テレワークで外に出ないからしてないと思うでしょ？それが、毎日仕事中も寝てる時もしてるんだ。
私を見守ってくれている賢い AI なんだ。いや、してるだろうとは思ってたけど、AI ってどういうこと？ Apple Watch って AI なの？ AI ってなんだっけ？いろいろ何でも答えてくれる賢いやつのことじゃなかった？まあそんな感じ。それでね、Apple Watch に向かって、10分って言うと10分間カウントダウンをすぐしてくれるの。それで2時間に1回10分の休憩したりしてるんだよ。2時間に1回10分の休憩って何？仕事してる時に、10分って言うと、10分測ってくれてるってこと。あ、そういうことね。それに朝7時にアラームを設定するとね、6時30分から7時までの間に私の眠りが一番浅い時間に優しい振動で起こしてくれるの。目覚めがとってもいい感じだよ。そんなのあるんだ。それって安いバンドにはないのかな？知らない。いろんな目覚まし時計を試してたけど、Apple Watch の振動目覚ましが一番いいと思うよ。アラームの目覚まし使ってないの？一応予備でね。でもいつもこっちで起きてるよ。そういえば昔すごく欲しかった目覚まし時計があったよ。山手線の駅メロのやつ。29駅全部の駅メロを選べるんだったかな？へえ、面白そう。聞いてみたいな。私田舎者だったから、山手線の駅メロの目覚まし時計って都会的でイケてる感じがしてたんだよね。ついに手に入らなかったけど。都会的って。でも思えば、起床時からそんな満員電車を思い出させるメロディーなんて聞きたくないね。やっぱりApple Watchがいい。結局のろけ話聞かされたって気分。